夜9時を過ぎた頃、私はいつもの銭湯にいた。都心から少し離れた場所にあるその銭湯は、古びてはいるがどこか人懐っこい空気が漂っていた。打たせ湯の音、桶を置く音、そして誰かの咳払い。何気ない音たちが混じり合うその空間は、私にとって現実から切り離される場所だった。その日も、特に変わったことはなかったそう思っていた。けれど、脱衣所の隅にある古い木の椅子に、目を引かれた。毎回そこにあるのに、なぜかその日は、妙に存在感があった。その椅子には、中年の男が一人腰を下ろしていた。やや痩せ型で、頬はこけ、目だけがやたらと鋭い。タオルを膝に乗せて、誰かを待っているような風だった。なんとはなしに彼に目をやると、彼は少しだけ微笑んでこちらに会釈をした。礼儀として軽く頭を下げると、彼は静かに言った。ここの湯は、記憶を洗ってくれるんですよ。最初は、何のことを言っているのかわからなかった。私はワート曖昧に返し、そのまま湯船に向かった。だが、その言葉が、どこか頭から離れなかった。風呂上がり、再び脱衣所に戻ると、彼はまだあの椅子に座っていた。今度は誰かと話していた。若い男に10代後半くらいだろうか。その若者の目は真っ赤に腫れ、タオルを握りしめていた。父が死んでから、何もかもが重くなってここだけが、まだ息ができるんです。若者がそう漏らしたとき、男は静かにうなずいた。あなたの言葉、きっと父上にも届いてますよ。ここは、そういう場所なんです。私は思わず立ち止まり、その光景を見つめていた。まるで神社のような、あるいはカウンセリングルームのようなんや、それとも別の何か。そう、まるで交差点のような。それから、毎週のように銭湯に通ううちに、私は他にも何人かの人々が、彼と語り合うのを見た。仕事を失った男、愛する人を病で失った女、人生に絶望した青年。それぞれが椅子に腰掛け、男に言葉をこぼし、そしてほんの少しだけ、肩を軽くして帰っていく。私も、ついに聞いてみた。あなたは一体、何者なんですか？男は微笑んだ。私はただの客ですよ。ただ、座ってるだけ。けどね、人の悲しみって、不思議とこの湯気の中で溶けていくんです。理由は自分でもわかりません。ただ、ここにいると、誰かの思いが残っている気がしてね。それから数日後、椅子に彼の姿はなかった。常連に聞いてもそんな人見たことないという。まるで幻だったかのように。けれど、私は知っている。あの椅子は今も誰かの言葉を待っている。湯煙の中に隠された、心の奥底に届くための場所。今日も誰かがそこに座り、自分だけの救いを見つけているかもしれない。もし、あなたが心の迷路に迷い込んだなら、一度訪れてみてほしい。名もなき銭湯の、その古びた椅子の隣に、答えが落ちているかもしれないから。